皆さん、こんにちは。おはようございます。もうね、だいぶ遅い時間になっちゃって、帰りも定まらないところではありますが、今私は滋賀県にいます。ここ何日なんだろう、ちょっと見てないんですけど、琵琶湖の近くで、私はね、昨日は仕事で来てて、そのまま泊まっちゃって、今日はね、プライベート登山ということで、ブナガ岳っていう山に登りたいと思います。あんまりね、滋賀で登ったことがなくて、ゼロというわけじゃないんですけどね。百名山の武器山があるんですけど、そこは登ったことあります。あとは多分登ってないような気がしますね。で、というわけで今日はね、ブナガ岳なんですが、もうね、出発時から暑すぎて、もう半袖で、日焼け止めをめちゃめちゃ塗りまくって、これでちょっと出発をしたいと思います。で、ブナガ岳はね、私もうわーと思うぐらいにね、いろんなコースがあって、登るコースをね、大変悩んだんですけど、結局決まったのが、こちらの登山口です。これが大山なのか大山なのかちょっと実はわかんないんですけど、このコースは、最短ではないんですけど、最短コースとはそこまで距離は変わらない。で、もう一個ね、このコースもあるんですけど、そこが多分最も一般的で、一番人が入るから、もうちょっと静かなコースにしようかなと思ったんですが、今日は日曜日ということもあって、実はこっちの方も駐車場満杯で、多分すっごい人が入ってると思います。で、天気予報がね、すごい良かったんだけど、ちょっと雲がかなりかかってる状況でございます。で、だいたい今私がいる地点が350メートル。で、山頂が1250ぐらいだったかな。なので、1000メートルはいかないけど、1000メートル近くは今日はね、上がっていきますというところかな。で、コースはめちゃくちゃ簡単というわけじゃないけど、上級者向けでもない。上級者向けのコースもありますけどね。で、今いるところからおおよそ3時間と20分ぐらいね、ずーっと登ってれば多分山頂には着くんじゃないかなとは思うんですけど、今日はね、帰りに、もうなんか登りはロープウェイでも何でもいいから、蓬莱山って今も寄りたいので、ほんとこの真横だからさ、ということもあるので、ちょっと急ぎたいと思います。はい、いつも通りちょっとハイペースモードではあるけど、出発します。では、ブナガ岳行ってきます。あ、そうだ、忘れた。このブナガ岳は200名山です。ではでは、新しい200名山行ってきます。でね、駐車場がね、結構広くて、で、何箇所かあるんですけど、本来の駐車場まで私もたどり着かない時点で、手前の駐車場にもかなり車入ったから、あ、これはつまりと思って、もう奥まで行きませんでした。だからプラス、5分、10分徒歩時間が増えたんだけれども、別にそんなきつくもないので、良いかなと思います。で、今日はね、やっぱり昨日の疲れもあるから、6時スタートにしようかなと思ったら、8時スタートにはね、なったので、駐車場はね、しょうがないですね。ちなみにここは沢とか結構あるので、はい、これはね、人工の竹ではあるんですけど、こういうね、水もあります。綺麗ですね。水の音もね。ではでは、ブナガ岳、3時間はちょっと登りっぱなしではありますが、頑張ります。皆さん改めてこんにちは。今日は皆さんに紹介したいソフトがありますので、今自宅でカメラを回しています。実はこのブナガ滝っていう動画をですね、いつもと違うソフトで今回編集してみました。普段は Final Cut Pro というソフトをですね、利用してるんですけれども、今回はワンダーシェアさんのフィルモーラというソフトを使ってみました。編集ソフトはいろいろあるんですけれども、フィルモーラもその中の人気のソフトになるかと思います。いつもと少し違ったし面白かったので、どんな感じかちょっと皆さんにもお届けします。今実は私がパソコンも持ってるんですけど、ちょっとパソコン自体は映らないが、画面をちょっと映しておきますね。
これはですね、実はまだ動画を編集し始める前の画面で、本当にこういう風になってます。で、左側には素材ですね。今回私が撮った素材で、そしてそれぞれの素材をこう下にね、ドラッグするとここに下にね並びます。例えばこれ本当はもう全部入れてあるんですけど、例えばじゃあ写真ですね。これをこういう風にこうドラッグしたりすると、この中に入ると、はい。で、こうやって消します。はい。で、なんかすごい顔が映ってますね。全体的に言うとフィルモーラっていうのが何面白いかと言いますと、テンプレートですね。結構ここにいろんなテンプレートがあって、私はあんまりこういう効果音というか、いろいろとこういうのは今まで使ってこなかったんですけど、いろいろとこういうですね、テンプレを使って、いろいろできちゃったりするんですね。で、この素材っていうのは、フィルモーラの素材で、著作権とかそういったようなものも大丈夫なので安心して使えます。どこから急に引っ張ると使えなかったりもするんだけど、この素材は、はい、使っていいんですよと。で、全体的に言うと結構画面が分かりやすくて、ここはそうですね、テンプレだったりとか、メディアですね、主にメディアがここに入るんですけれども、編集画面自体はここで、これがプレビューですね。で、こっちは素材。で、これをまだ編集前の段階なので、実はこの動画回してるっていうのはね。で、これを上手にこう切ってつなげてやっていくんですけど、私がね、フィルモーラで気に入った機能が一つありまして、私が最近、やっぱり字幕をすごい作りたいと思ってるんですよ。自分で作るのは大変です。そこで、フィルモーラにすごいいい機能がありました。この動画をこうクリックして、ここにいろんなものがあるんですけど、私が気に入ったのはこちら。このスピーチとテクストというのがあって、要は文字起こしです。で、文字起こしはね、YouTube の中にもあるんですけど、結構使ったりはします。ただし、フィルモーラさんの方がタイムコードと、あとはその文章の正確さがすごいんですよ。で、ここで、まず言語ですね。私は日本語で喋ってるので、ここに、あれ日本語、ジャパニーズだからもうちょっと上ですね。なんか並びがちょっと、OK、入りました。で、ジャパニーズにして、あとはね、ファイルのフォーマットですね。この字幕のファイルと出てくるから、それもいいんですよ。で、あとは、動画全体にするか、もしくはこのクリップセレクション。自分が選んだこの1個の素材だけにつけるか、どっちかにできるんですけど、今回私試しに皆さんにお見せするだけなので、このクリップセレクションにします。ちょっと押してみます。で、OK を押すと、すごいですね、スキャンが早い。で、アップロードされて、今は実際に文字起こしがこう生まれてるところですね。今生まれて結構早いんですよ。この動画が多分1分半ぐらいあるんですけど、いや、2分と5秒ですね。2分と5秒があるんだけど、全然早いですね。よし、終わりました。で、このウィンドウを閉じて、そうすると、なんとですね、こうやって字幕ができます。しかも、なんかね、すごい正確なんですよ、これ。私の日本語って意外と字幕作ってみると余計な言葉入ったりとかいろいろと難所が多いのは分かったんですけど、フィルモーラはね、それに負けてなくて、こうやって綺麗にね、起こすんですね、文字をね。ここからね、ちょこっと下げてちょこっと上げて、ここから15分、20分くらいはそういうちょっと変わらない区間がもうすごすぎてめっちゃ感動してるんですけど、で、そっから1時間ちょっとかそれぐらいです。はい、もうめちゃめちゃ綺麗に文字起こしされてるので、これ全部完成してからこの動画の、文字起こしは全部やっておきます。はい、私が一番ハマった機能はこの機能でした。そして、最近フィルモーラもアップデートされて AI 系のいろんな面白い機能が追加されました。で、主にね3つをちょっと紹介しますけど、1つ目にいいねと思ったのが AI が音楽を作るっていう機能があります。で、私は今、エピデミックサウンドっていう有料サービスを使ってサブスクでね、毎月お金払って音楽を利用してるんだけれども、ここだとフィルモーラが自分の気分とかに合わせて AI が作ってくれるんですよ。で、それが著作権が自由なので使っていいんですよ。で、オーディオはこのオーディオというところに、入って
EA ミュージックって押してスタートって押すと、ここでね、自分のムード、ハッピーなのかサドなのか何なのか、ピースフルにしようか。ピースフルにして、で、じゃあ30秒。違う。ここね。30、1分でいいか。1分にして、で、あとは何個曲作ってほしいですかっていうところですね。今3にしてあるから、ちょっとピースフルな音楽1分間のやつが3個生まれます。で、スタートをします。どんなのが生まれてくるのかしら。1個目生まれてきました。どんな感じか。いいんじゃない？こんな感じで。これはなんかまた雰囲気違いますね。あとは音大きいですね。ちょっと私のパソコン。こういうのだったらさ、私の動画で普通に使えますね。3丁。到着しました。どう？合う？はい。こんな感じで、こんな感じで音楽作ることができるのまず一つですね。そしてね、もう一つ面白いと思った AI 系の機能は、フィルモーラコピロットという機能です。で、その機能は、なんかね、動画編集ソフトの中のチャット GPT みたいなやつで、ここにボタンがあるんですけど、このボタンをね、こう押すと、まず起動します。で、私は今英語にちょっと設定してるから英語なんですけど、なんかね、こういうのしてほしいなとか、ね、ここに言うと、相談に乗ってくれます。例えば何をしようか。例えばね、もうちょっと明るさを上げたいとか。なるほど。こんな感じですね。こんな感じで、AI がこの中で答えれるものについてはこの中で答えるし、で、例えば、どっかに記事があるとき、大体公式ウェブですね。そこへのリンクをくれたりとか、なんかいろんなことがこうやってできますね。そして、もう一つの AI 系の新しい機能を紹介すると、このボタンなんですね。ここにあるんですけど、ちょっとまず言語選びます。順番が、ジャパニーズ。そうするとね、今テキストが生まれてます。なんかいっぱい喋ったのか、ちょっと時間ちょこっとかかってますね。にしても早い。こんな感じで、この文章、私はこの中で喋ってるものが全てこう出てきて、これをベースに編集できるわけなんですよね。すごいなんか一個一個これをこう押すと、この当該箇所が出てきたりとか、めちゃめちゃね、字幕の機能あるんですけど、こういう風にやることもできますよっていうね、そういうことです。こんな感じで結構わかりやすい画面にテンプレが結構豊富で、プラス字幕作りが非常にこう楽で精度がめちゃくちゃ高いのと、AI を使って現代らしくいろんな編集ができるのが、フィルモーラのソフトになります。で、今回の動画もね、実際に私もフィルモーラで編集してみました。動画編集ソフトフィルモーラについて情報、動画の概要欄にね、載せておきますので、気になった方はぜひチェックしておいてください。多分ね、動画編集全くわからない方がほとんどだと思うので、大体こんな画面にはなっています。ではちょっと文長時に戻ります。今分岐に来たんですよね。で、ここからどっち行っても文化だけはつけます。で、ここからね、こう周回もできます。それがね、ヤマップでも紹介されてるんですけど、私はとりあえず左の方から行って、下りはね、力があればここから下るけど、力なければピストンでここから降ります。ちなみにこっちだとね、こういう沢があってちょっと気持ちいい感じです。では時間がめちゃくちゃあるわけじゃないので、今標高400だからね、
結構登りますよ。というわけでね、出発からもうそろそろ1時間ぐらいですけど、ちょうど1時間ぐらいですね。で、だいぶ登りました。もう半分ぐらい歩いたんですけど、はい。で、めっちゃいい道ですよ。ずっとこう水が流れていて、沢の音も聞こえて、今滝を見ながらね、過ごしてます。今ね、こんな感じです。こんな感じのところで、今私はプチ休憩を取ってるんですけど、まあお水を飲んで、ちょっとね、10分ぐらい休んで、やっぱりね、道はきつくはないけど、きつくはないっていうか、それなりにはきついけど、まあ死ぬほどでもない。だが、すごい暑いので汗かきます。だから水分補給をしといて、今からさらに上がっていきます。で、次の通過地点は、峠です。そこの峠は、881メートルの標高があるので、ここからはさらに200メートルちょいぐらいになります。今は650ぐらい。よし、ではそろそろ出発するか。で、ここまでの道はね、ずっと登りっぱなしで、緩やかな道はないが、きつすぎない。まあ大変って感じかな。よし、ではそろそろリョウナも立って座ったからね、そろそろね再出発をします。リュックがねそこにあるからさ、ちょっと準備しなくちゃ。はい、再出発しました。だいぶリセットできた。で、ここ少し難所で増水するとここ渡れない可能性もあるから、増水路とか要チェックです。ではちょっとカメラ止めないとこれ落っこちるから、これ気をつけますね。登り始めからですね、1時間と20分ぐらいですが、琵琶湖見えました。で、あそこがね、琵琶湖ではありますが、霞んでて何なのかよくわかりませんよね。目で見ればね、湖だってわかるけどね、こんな感じですね。で、登る道が、登る道が、ここで、岩がすごいですね。ちょっとゴロゴロしてて、足を滑らせないようにね、気をつけなければいけないですね。で、何よりもね、困るのは暑さです。暑くなければねちょっと頑張ります。あとね、多分もうちょっとしたら峠に着くかと思います。はい、次の通過地点だ。すごい天気だ。青空。ちょっとここで休みます。はい、というわけで出発からね1時間半ぐらいなんですけど、今峠に着きました。で、ちょっと名前の読み方が分かんないんですけど、金草ではないよね。というわけでここまでがね、道はまあ大変だけど、それよりもやっぱり暑さが大変でした。で、多少ね今沢から離れて、沢の音でもまた聞こえるようになったね。はい。でもね、さっきまではずっと沢の音は特に聞こえてはなかったかな。
で今この峠からはねちょっと道がいくつかあるんですけど、どれ行ってもほぼ変わらないけど、一応短そうに見えるやつで私は行きたいと思います。で、標高が880メートルで、こっからねちょこっと下げてちょこっと上げて、ここから15分20分ぐらいはそういうちょっとほぼ標高変わらない区間が続けます。でそっから1時間と20分とかそれぐらい登ればブナヶ岳の山頂があるはずです。で私は今ちょっと峠でちょっと休んでて、これを飲んでます。なんか最近ハマっちゃって、これパイナップル味もあって、パイナップルも大好きなんですけど、これもね美味しくて、今朝なんならパイナップルなくてこれ買っちゃいました。ザクロ。これねこう見えてゼロカロリーなのでなんかすごい満足するから、ちょっとね最近は減量してるんでこれおやつ代わりにしてます。結構ねいいです。はい。で今朝はね実はこの辺に少し雲かかったんだけど、今は雲がだいぶこうはけてきてめちゃくちゃ青空になってます。本当に素晴らしい青空が見えるので、ちょっと皆さんにもお見せします。あとねお花が咲いてます。ここまで上がるとやっぱり山の花結構ね咲いてるのがあるから、ちょっとねいい感じでございます。ではねちょっとお花とか空見せてから、私もねだいぶエネルギー補給できたので再出発します。この苔もね、そうそこにね私が前に紹介したバイカオレンのお花が咲いてます。ほらちょっとわからないかもしれないけど咲いてます。はい、というわけでね少し休んで今から再出発します。もうね雲も全部はけてめっちゃ大空ですけど、その分暑いからそれはちょっと大変です。では山頂まであと標準点も1時間半ぐらいなので、そんなにはかからないかなと思います。頑張っていきます。ではですね、まずはここに蓬莱山もここから行けるんだね。でも一回降りてからにします。標高通すんやだ。落ちたら終わりだぜ。よっほい。はい、順調に上がっていますが、今標高が1000何十メートルぐらいなので山頂まで100ちょいで、標準タイムでまた45分ぐらいで着きます。で今時刻は10時48分、11時半までには着くのではないでしょうか。で今日はね蓬莱山も行きたいが、ロープウェイで行くので大丈夫じゃないですかね。ちょっと3時過ぎに出てもとかね。で私は今からねちょっと頑張って山頂行ってきます。でこっからはもう道がずっと沢から離れてて、で樹林帯がめちゃくちゃいい感じですね。で天気ももう言うことなしって感じで、人はそれなりに多いんですけど、ブナヶ岳っていろんなルートがあるからなんかそんな混んでる感じはしないですね。気持ちいい。であとね今横からこれ蓬莱山なんじゃないかなって大山が見えて、なんか上にいろんな施設があるからこれなんじゃないかなっていうのがあるから、ちょっとお見せします。その辺なんですけど、自順
そこなんかありますよね。多分そこロープウェイがあって登れそうだから、今日の次の行き先はそこなんじゃないでしょうかって思います。で、私が今歩いてる道はそこから来まして、で今はこの辺こんな穏やかな道歩いてます。今日は激坂はないんじゃないでしょうかね。ないことをちょっと期待してますけど、どうなんでしょうね。よし、では残りの3、40分頑張ります。時刻は11時です。分岐ありますけれども、はい。で、私の続く道はこれですね。なんかね、開けてきてだいぶいい感じになりました。ここでね、もう一度日焼け止めを塗り直そう時間だなって思いながら歩いてます。日差しがね、異常に強いところです。よいしょ。でも気持ちいいね、ここ。なんだろう。いい感じ。開けてね。よいしょ。道は、こっちですね。赤い目印があります。風が涼しい。気持ちいい。で、こうまっすぐだからね、疲れはしないけどさ。すごいな。琵琶湖がめっちゃ見えてます。で、琵琶湖の中のね、島っていうか、全部見えてます。めっちゃ綺麗。霞んでるけどさ、なんかこう、日本画みたいだね。向こうにも山がいっぱいあってね。で、私は来た山頂。なんか手前にもう一個山頂があって、多分そこまではもうすぐなんで、はい。まずはそこに行きます。I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. こちらは最後の分岐です。でね、今そこに見えてます。本当にこれ登るのマジって感じ。標高差そんなないはずなんだけど、でもこの奥のやつがブナヶ岳でしょうね。それしかないんですけど。はい。でも人がその遠くは見えないから、そこまでの高低差はないのであろうが、なんか恐ろしく見えるね、最後の最後でね。ではですね、ちょっと頑張ります。よし、もうそこは山頂だ。よし、200名山もう1個ゲットね。船ヶ岳山頂です。これで200名山1個増えた。さっき数えたらね、18でした。長い道のりだな。300もそれぐらいでしたけど。
というわけで、船ヶ岳の山頂に到着して今山頂にいます。で結構ね今日ほんと天気がいいので人多いのとめっちゃ日差しが強くて、もうこの山頂塩っていうか赤無理になってます。これがね日焼け対策にすごいいいんですよ。で顔自体はね結構ね日焼け止めめちゃくちゃ強力なの塗ってるので顔は大丈夫です。そうだマイクこれだったね。で景色ねめちゃくちゃすごくて、そこ琵琶湖なんですけど、私は先にちょっとご飯を食べてから景色を見せします。もうお腹空きすぎてやばい。朝はね親子丼食べて、おやつもほぼ途中食べてないからさ、ちょっとねいろいろと食べます。私の大好きな塩おにぎりと、あとはねだから今日は卵2つと、あれどこ行った、私のおにぎりどこ行った、これや、これローソンの塩むすびで大好きです。添加物ね前は少なくともなかった。これはあるね。前はねセブンだからか、ローソンのはね添加物もないんですよね。セブンのも美味しいけどね。はい、ちょっとご飯をいただきます。今ね琵琶湖を食べながらこれ食べてます。で産地もねすごい景色面白くて最高に美味しいってマグだね。今日はねバナナはねないの。ちょっと糖質制限してるからね、本当はバナナ食べたいけどはい、というわけでこれで下山します。ちょっと違うルート歩くので周回ということになります。では夜はねまだ夕日前の蓬莱さんも待ってるのでね、行かなければね。行きます。I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. 違いました。私の行き先はこの八雲ヶ原でした。なるほど。じゃあちょっと上がってから下る感じか。いや本当にちゃんとね地図があってよかった。携帯にね。よし。ではもう下山してるけどまだ最初は少しアップダウンもあります。今ね登った方と違うところを歩いてるんですけど、いいですねこれ開けてるところもあったりとか楽園ですね。でこうやって琵琶湖を見ながら、正面が琵琶湖です。降ります。琵琶湖の中の島とか船とかそういうのも見えますね。でこっちも琵琶湖やん。すごい。どんな感じかというと、じゃじゃん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 、こんな感じです。もう全部はい見えてますI get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes. すごい山の中にね湖みたいなやつがありました。すごいですね。これは綺麗。これ紅葉も綺麗なんじゃないでしょうかね。ちょっと橋をね渡ってよいしょ。うわ綺麗。すごいですね。うわ中にこんなに葉っぱあったんだ。
しょしょ。下り順調です。ちょっと登り返しもあったんで、はい。今はね、平峠っていう峠に、すごい、何これ、ハゲてるじゃん、山。これは、すごいね。素晴らしい景色ですね。ただ私は立ち止まるつもりはなく、ちょっと景色だけ見て、はい、下りますけど、あそこに人いるってことは、あそこがすごいってことだよね。ちょっと見てこよう。ではですね、下ります。これで。このルートも面白いですね。時々はね、こうやって周回するときにね、なんかね、もう一つのルートが長いのに面白くないって時はあるけど、これはそうではない。これは本当に周回すべき。すごい楽しいし、景色も全然違うんですよ。で、ちょっとまっすぐ歩いたり下ったりという感じで大変じゃない道が続いています。あと1時間ちょいで下山できたらなと思ってますが、ちょっと駆け足ですね。相変わらずだな、私。というわけで、およそ1時間半ぐらいで大山口に戻ってきましたが、多分標準時間が3時間ぐらいと思います。もう走りました。蓬莱山間に合いたくてしょうがなかったんで、私は走っちゃいました。よし、あと少しで駐車場着きます。蓬莱山はね、間に合います。もうこの時間だったら絶対です。やったー。というわけで駐車場が見えましたが、私が止めたところはね、ここよりね、もうちょっと先です。もうこの時間はさすがにね、ここマーキはあるが、朝はね、どこ混んでたんでね、止められなかった。なので、ここからあと3分ぐらいかな。すぐそこですけど、歩きます。じゃじゃーん。私一人ぼっちになった。これが今回私が運転した車ちゃんです。マツダの2ですね。はい。2っていうのかな。すごい。周りも誰もいないから出やすいわねというわけで行ってきました。船ヶ岳。関西の名峰ですよね。なんかね、今日登ってて、やっぱりこの山って関西の皆さんに愛されてるなーってすごい強く思いました。感じました。で、素晴らしかったです。で、周回してよかった。本当にね、他のルート私は行ってないが、今回私が行ったこの周回ルート、大山口から周回ですね。すごくおすすめです。で、沢もあるし、岩もあるし、開けてる景色もあるし、琵琶湖の絶景もあるし、花もすごいあるし、で、見たことないここ特有の花もあったし、もうね、何から何まで素晴らしい山でした。で、皆さんにぜひお勧めしたいことはですね、必ずやっぱり携帯の地図アプリを使うことです。分岐非常に多くて、ルート多くて、私も何度か迷いました。迷ったっていうか違うルートに入り込んでしまって、あれおかしいと思って、アプリで確認したから全然大丈夫だったんですけど、それがないとちょっと厳しいかもしれないなというところかな。でも山自体は素晴らしい。ただ4月でももう暑すぎてやばいなっていうところではあります。というわけで私は今回追加で200名座もう一座ゲットしたということになります。でね、まだ間に合うので今からロープウェイで蓬莱山って山にも行ってきたいと思います。あとね、少しお知らせがあります。悲しいお知らせ、秘宝があります。大好きなサンローランのリップを落としちゃったみたい。なんかこのいつも使うサックスちゃん、これね、たまに開けっぱにしちゃうんですよ。で、開けっぱにしちゃったからさ、どっかで出ちゃってしまってね、ないの。もう、高いのもそうだけど、その色すごい好きだったんですよ。なかなか見つからないからさ、もうどうしようっていうところで、またサンローランに行ってね、買うけどさ、悲しい。めっちゃ悲しいです。はい、ではね、時間がね、そんなにはないので、ぼちぼち車に乗って、今度はね、蓬莱山300メートルの方に行きたいと思います。
では今日ここまでです。最高に美しいブナガ岳でした。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。またねー。ちょっと私はすぐもう一台行くけどさ、動画はね、同じ日には出さないから、バイバーイ。